曽にして野田が秀はない国鉄第5代総裁石田礼介物語第9話、石田礼介総裁の話第9話目となります。今回は国鉄の予算確保に尽力する石田礼介の奮闘を見ていきたいと思います。要求予算を大幅に切り下げられた予算に対して石田は東省に食い下がります。結果的に500億円ほどの復活が認められたものの、その内訳は債務負担行為と言われるものであり、石田にしてみれば頭を撫でられたようなものだとして強く反発しています。債務負担行為についても後半に簡単に解説していますので、池田首相が掲げる所得倍増計画と国鉄の輸送力増強は対のはずだが、国鉄にばかり負担をかけているとして石田は強くそれを批判しています。辞表を書くも勇めである鶴見事故は石田にとっても痛恨事でした。石田総裁は鶴見事故の責任を負って辞表を提出するも慰留されることとなりました。三河島事故でそごう総裁が辞表を提出したとき、やめれば責任が取れるものではない。そごうを諌めた自身の言葉がそのまま石田礼介に刺さるのでした。さらなる安全に対するこだわり。石田の態度には鶴見事故の遺族もそして世間もその立場をよく理解して励ましの手紙なども来たことで、ようやく石田総裁は国鉄総裁として新たな覚悟を固めたようでした。安全の確保を今まで以上に意識するようになり、昭和37年の三河島事故で設置された本社における事故調査委員会を毎月開催させたそうです。この委員会は形式的な会議ではなく、池田総裁以下全役員と局長以上、さらに主幹の各課長、各管理局の総務課長が出席して、全国で起こった運転事故についてのケーススタディを行うというものでした。石田にしてみれば、国鉄はそれこそ電車であれば1編成で1000人近くの命を運んでいるわけであることを意識しており、それは後に物議を醸した国鉄はタバコを撒いている専売局とは違うという名言が飛び出したのもこうした思いがあったからと言えます。39年度予算要求では池田総理に直談判。石田はいるものはいるとして強気の要求をさせ、昭和39年度は予算で2733億円、在来線のみの改良費を要求したそうです。国鉄としては第2次5カ年計画を遂行するためには2年間で6574億円が必要であり、昭和39年度は在来線だけで2733億円、新幹線を含めれば3376億円。これに対し大蔵原案では政府予算案としてほぼ前年並みの1330億円を計上したそうです。大蔵省としては殿ご乱心ならぬ総裁ご乱心として国鉄を非難したと言われています。石田総裁は就任時に池田総理からできるだけの応援はするという口約束を取り付けており、総理が約束を守らぬようなら辞任すると息巻き、最終的には以下のような条件で政治的決着が図られることとなりました。予算400億円復活と国鉄基本懇談会の設置。政府案としては最終的には要求を1000億円も下回る1754億円ですが、420億円ほど増額された形での決着となりました。以下は大蔵省と国鉄の間で取り交わされた条件でした。改良費2733億円の要求に対し、970億円減の1754億円という政府案が次のような付帯条件のもとに決定した。1、38年度において新幹線工事に流用した100億円を38年度に補正する。2、39年度の不足分は差し当たり400億円の債務負担額をつける。3、39年度においては優先補正措置を講じる。また、この決定以外の条件の一つとして、国鉄経営の基本的再建のため、党及び政府は国鉄の基本問題を調査する委員会を設置し、昭和40年度以降の第3次計画及びこれに対する資金確保の方策についての検討を速やかに開始することが申し合わせ事項として了承されたそうです。これは右に出てますですね、国鉄線1960年11月号からね、一部抜粋させていただきました。ここからですね、少しだけ内容をチェンジさせていただきまして、
以下はですね、国会での石田礼介総裁の発言を抜粋したものです。で、総裁してみれば、昭和39年度の予算での復活は頭を撫でられたわけです。とてもこんなことは国鉄としての使命を尽くすことはできぬとして堂々と政府批判をしたのです。左手を腰に当てて身を反らせて代議士たちをまさに平芸しての発言であったと言われています。それをですね、当時の国会の議事録からですね、ちょっと短縮してね、抜粋した形でちょっと書かせていただいております。石田説明員、お答えいたします。ご承知の通り、国鉄は戦時において徹底的に破壊されて、戦後も修理が追いつかず、真剣に取り掛かったのは昭和30年からだった。そこで昭和31年度から第一次5カ年計画でとして、修練系修理を輸送力の同居を行ったが、十分ではなく、とてももう追いつけないというところで第一次5カ年計画を立てまして、それが昭和40年に完成するとした。ところが、輸送力の増強も相当にあったものの、大政上の都合で38年度前には6割を完成しなければならないものが、ようやく4割しか完成していない。こんなことではとても国鉄としては輸送使命を遂行することはできないわけです。一方、国鉄は世界にも珍しい過密ダイヤのもとに運転しており、事故でも起こると連鎖反応によって大きな事故になる。そこで何とか一つやらなければならぬということで、私は国鉄総裁として総理大臣に対して第二次5カ年計画はあと39年と40年の2年しかないのだから、その間に残りの6割をぜひ完成するようにしたいので、予算をぜひ考えてもらいたい。こういうことでお願いしたのであります。ご承知の通り、大政党融資その他においては1000億ばかり打ち切られた。3敗9敗の後、ようやく債務負担行為として来年になってようやく替えの使うようなもので400億円。その他に100億円というようなことで頭を撫でられたわけです。こんなことでは国鉄としての使命を尽くすことはできないわけで、改善策を一体どこに我々は求めるという問題があります。でここでですね、債務負担行為で簡単にね、解説を加えさせていただきますと、債務負担行為というのは会計年度をまたいで事前にね、予算を確保するという意味合いのものですと。いうことでね、右側のグラフをちょっと書かせてもらったんですけども、債務負担行為自体でですね、例えば2021年ですけども、2022年、2023年、2024年にわたってですね、これだけ支払いますよっていう額をですね、最初固定しておくという感じですね。ですので、複数年にわたる予算をあらかじめ決定しておくこと。この例では400億円は使っていいけど、その予算はですね、次年度、昭和40年以降の会ですよといったようなものですというなるわけですね。さらに岸田総裁は、国鉄の輸送力増強工事は所得倍増計画と対をなすものであり、こうした国鉄の改良計画などでは、国鉄ばかりでなくて大蔵省、通産省、それから国会議員、その他の方々に入っていただいて、政府の案として計画を立てるように、そういう意味からしても委員会一つ設置していただきたいというふうに、国鉄だけが長期計画で輸送力増強しているわけではなく、政府全体の問題として考え上げるべきだとして堂々と語ったそうです。このように石田礼介の答弁は官僚出身でないことを、いわゆるしがらみがないという点では良かったわけですが、政府の考え方は引き続き国鉄に対しては冷たいものでした。結局、国鉄は昭和40年度を初年度とする長期計画を立てることになりますが、その予算の多くは自前となり、さらに国鉄の財政は追い上げていくことになるのですが、その辺は改めてアップさせていただきたいと思います。ちょっとここに書いてますようにね、所得倍増計画と輸送力増強ですね、2つ、車両輪みたいなもんなんだと。ね、だから経済成長と国鉄の輸送力増強をですね、政府がその責任を負うべきだというふうにね、石田は言いましたということですね。最後までご覧いただきありがとうございました。またよろしくお願いいたします。